ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZ-PR1 バランス。このイヤホンは、1年くらい前から一気に活発化した、中価格イヤホンの中の、台形平面イヤホンブームの中で誕生した一本だ。それまでの平面駆動ドライバーって、基本的に、高級機にしか存在しない、めちゃくちゃ高い世界観だったんだけど、そこに、現ハイファイが安くするぞと言わんばかりに、現ハイファイ P1 を投入。さらに、そこに、7Hz のタイムレスが3万くらいでやってきて、今や、1万円台の 13mm ドライバーが大量に登場する。1万円から3万円くらいで、よりどりみどりの市場に変貌した、中華イヤホンの価格破壊は恐ろしいで、とかなんとか言ってたら、そこに目をつけたのが KZ。僕もスルーと言わんばかりに、突然7000円台で購入できる CCA-PLA13 を皮切りに、その KZ ブランドバージョン、KZ-PR1 を投入してきたわけだ。つまり、ここに、3年で、平面駆動ドライバーは半額の半額の半額にまで叩き落とされたってわけ？おっかしいなぁ、インフレと円安どこ行ったんだっけかなぁ。というわけで、平面駆動機最安値は、キネラセレストガミホが華麗にかっさらっていったけど、相変わらず、低音から高音までバランスよくならせる、13mm クラスの平面駆動機としては、ダントツの最安モデル。それが、KZ の PR1 だ。さらに、PR1 は、2つのカラーバリエーションに、異なるチューニングが施されている。先にレビューした、KZ-PR1 ハイファイは、いかにも市場に流通しているものに近いチューニングを施した、高音域から中音域が綺麗に聞こえるモデル。ただし、低音もがっつり出るので、個人的にはこっちがバランス版で、今回紹介する、PR1 バランスはバスと名乗るべきなんじゃないかな、とちょっと思う。だが、お前は勘違いしている。これは KZ 世界のバランスモデルだ。というわけで、KZ-PR1 バランスは、平面駆動という新しいおもちゃで、KZ のいつもの音を目指して作られた、1プラナーイヤホン、というわけ。ちなみに、先にレビューした PR1 ハイファイのバランスと、それから、こっちを後回しにした理由については、おそらく、この PR1 バランスと同じようなバランスを持つ、CCA-PLA13 を、先に自腹で買ってたからだな。PLA13 と PR1 は、それぞれ、同じイヤホンの KZ 版、CCA 版、といった立ち位置で、採用されているドライバーや、フェイスプレートのデザインを除く本体寸法も同様だ。でもって、先に聞いてた PLA13 は、どうもこの PR1 バランスと同様の傾向のチューニングを持っているようだったので、大きく傾向が異なる、PR1 ハイファイを先に選択したわけ。ちなみに、PR1 ハイファイは、他社平面駆動のイメージに近い音色で、それらと全く遜色のない、安くて見劣りしない一台として、しっかり完成していたぞ。今回の PR1 バランスについても期待できそうだ。気になる、同等品と思われる、CCA-PLA13 との音質比較も含めて、詳しく見ていこう。PR1 バランスは、KZ の従来型のイヤホンの外形を踏襲していて、装着しやすいサイズに収まっていて、とても扱いやすい。KZ の過去のイヤホンで、この形をしたものを使った経験がある人は、それと同じと思ってもらって大丈夫だ。今回は、透明度の高いクリアパーツが使われているので、平面駆動ドライバーがじっくりと観察できる。改めて見てみると、ほんとほぼ限界のサイズだな。なんとかこのサイズに収めたことで、装着感がとても良くなった点は強調しておきたい。他の平面駆動 13mm クラスのイヤホンは、どれもより大型のハウジングを持っているので、一番落ち着いて聞ける装着感を持つ平面駆動機なのは間違いないな。シェルの構造は、ノズル部分、中導部分、そして、金属製のフェイスプレートの3層構造。以前は2層構造だったけど、組み立ての簡易化のためなのか、CCA-NRA 以降よく使われている形状だ。とはいえ、実際に使う分には特に気にならない。それぞれのパーツの組み立て精度も良好だ。最近の KZ ハウジングは、背面の開放部分にこだわったものが多いが、この PLA13 も、デザイン的に優れたものを持っているな。ただし、背面の開放部が大きいので、結構音漏れはあることは承知しといてくれ。とはいえ、かなりの大音量で聞かないと、漏れるほどのものではないと思うけど、ボリュームは控えめにな。付属品はいつもの KZ3 点セット。お値段のするものだから豪華パッケージかと思ったけど、通常の箱だ。内容は、イヤピ、ケーブル、本体。以上、ケーブルもイヤピも使いやすいものだけど、よかったらリケーブルしてほしい。KZ 製の標準ケーブルは、そのままガツガツ使うのに向いてるけど、単結晶銅のそれなりのグレードのケーブルとかに変えてあげると、さらに音の切れ味が上がるはずだ。というわけで、外観はこんな感じ。音色について見ていこうか。PR1 バランスの音色は、KZ。KZ らしい、
高音、低音がよく出たバランスに、最近の KZ がよく出せてる、ボーカル帯域もちゃんと前面に出てる。加えて、ダイナミックドライバー機よりも、自然な中音域周辺の、中高音域から低音域帯域、ハイブリッド型と同じように精密で、ハイブリッド型より自然で歪みのない高音から中音域に、十分な量感の低音域が組み合わさったもの。それが PR1 バランスだ。ちなみに、PR1 ハイファイと比較すると、こっちの方がしっくりくるな。PR1 ハイファイのバランスも十分にあり、というか、あっちでもしっかり低音域側の量感も感じられるんだけど、PR1 系の音色って、個人的な感想では、これくらい低音域がたっぷり出る音色に合わせて作られてるように思う。KZ 系は、サブベースと低音域がドッカン出るのが魅力だけど、それが苦手、という人も結構いる。PR1 は、低音域はしっかり豊かだけど、平面駆動機の特徴として、二重軸回路でゴリゴリに低音を強化している、KZ 製ダイナミックドライバーのような、振動感、臨場感は生じない。そのため、音楽としてのバランスはかなり近いけど、超低音域の体感はかなり異なる。また、使われている平面駆動ドライバーが 13mm 超なので、KZ 系ダイナミックドライバーのようなドッカン暴れる感じはないんだけど、かといって、バッサリ不自然に超低音域がカットされてるわけでもない。つまり、人によっては程よい、と感じるバランスだと思うんだ。今回の PR1 は、基本的には KZ バランス。ただし、低音域の過剰な臨場感はなく、また、高音域も力強いけど、自然。PR1 ハイファイとバランスはそれぞれどちらも自然か強いバランスで、あとは低音域をたっぷり出すか、あえて控えて中音域をより前に出すか、そこのバランスで選ぶのが良さそうだ。ちなみに、体感できる空間表現に関しては自然、広すぎず、狭すぎない、適度で自然なものだぞ。想像よりも一般的なバランスに感じられるので、これを平面駆動の1台目にしても良いと思う。PR1 ハイファイも PR1 バランスも十分に自然。あとは、低音に苦手意識があるかどうかで判断すればいいと思う。個人的には、KZ のバランスチューニング、と言われればそう感じるし、でもそこまで尖ったバランスな感じもしないんだよな。いろんな曲にきちんと使えるし、安いけれど、きちんと検討に値する、良いイヤホンだと思うぞ。この価格差本当にどっから来てるんだろう。というわけで、PR1 バランスはおすすめだ。平面駆動っぽい KZ を聞きたいなら、ぜひどうぞ。と、こんな感じだな。さらに、せっかくなので、競合機とも比較してみよう。値段で悩んでいる人が比較対象にしているのが、キネラのセレストガミホだと思う。より安価で、実用的なイヤホンだけど、ガミホはかなり癖が強い。というか、ガミホの音って、平面駆動イヤホンというよりは、シングル BA のイヤホンの不足部分を、平面駆動で補ったような音なんだ。もちろん、バランスもより腰高で、PR1 ハイファイよりも高音域に寄ったイヤホンだな。なので、同じ平面駆動、というくくりにせずに、全く異なるイヤホン、という認識で検討するのがいいだろう。ガミホはかなり面白いバランスを持ったイヤホンなので、平面駆動、って音を聞きたいなら、PR1 シリーズがおすすめだな。それから、競合他社と比較して、PR1 バランスは、十分にパワフルな音を目指した平面駆動イヤホンなんだけど、より極端な長所を持ったイヤホンが、上位機種には存在する。例えば、シャオワーズ12、あちらは金属ハウジングで、高音域から中音域あたりがより明瞭に聞こえる。一方で、若干弾力のある中低音を持つ PR1 バランスは、これはこれで良好だな。それから、タングザゼティアン U。ぶっちゃけ、ゼティアンは PR1 バランスよりさらに気持ちよさ重視の音色だった。装着感なども相まって、より長く聴けるのが PR1 系。短時間でがっつり聴くなら、S12 やゼティアン U だな。ちょうど良いバランスの、現ハイファイ P1MAX と比較しても遜色ない。ただ、PR1MAX の方が若干暖色系なので、こちらの方がくっきり聞こえそう。これらのより高価格なイヤホンと比べても、PR1 は全く見劣りしない。特に、PR1 バランスは、おすすめのチューニングだったぞ。あ、そうそう。完全に同じモデルっぽい、CCA-PLA13 とも聞き比べしたけど、これは微細な違いがあった。PLA13 は、若干金属音に強調があって、PR1 バランスでは、この部分が抑えられてたぞ。微細な違いだけど、PR1 バランスの方は、しっかり金属音を識別できる程度には力強いけど、自然。対し、PL13 では、この部分が浮き上がって、明らかな強調を感じた。どっちが好きかは人によるけど、僕は PR1 バランスの方が、より良いチューニングに感じたな。購入時期が違うので、もしかしたら PL13 も後から買ったらこの音なのかもしれないけど。というわけで、
PR1 バランス、ちゃんとバランスだった。リケーブルだけしてやれば、他社の対抗馬にしっかりと被験できる実力を持っているぞ。程よく KZ っぽい、平面駆動機が欲しいなぁ、と思ったら、安くてちゃんと良い、PR1 バランスは最適な選択肢になるだろう。おすすめだぞ。